こんにちは、あきこです。お久しぶりの動画です。今日は、修行とかさ、なんかいろんなそういう、なんて言うんだろう、あれしなくちゃいけない、これしなくちゃいけないっていう、そういう観念についてお話ししたいなと思っています。いろんなことが結局は、なんて言うんだろう、自分が作り出してるんですよね。自分が体験したいことを自分でいろんなルール作ったりとかしていろいろ体験してるんですね。私たちって枠っていうのを体験してますから、意外とやんなくていいことがたくさんいっぱいあるんですね。それに対してやらなくちゃいけないって、思い込んでることが多いんですよ。それで前世とかでさ、やっぱり修行してたものが多い人が多分多いと思うんですよ。こういうことに興味持ってる人って私も含めて結構スピリチュアルが好きってことは前世でもうスピリチュアルを大体やってたりすることが多いんじゃないかなと思うんですよ。そういうところに意識が今向いてるっていう人たちはね。そうだから、前世でスピリチュアルなことやってたっていうのは大体なんか魔女だったりとか、地球で言ったら魔女とかやってたりとか、あとはね修行をしてんですよ。自分が修行多いよね。あとねあれもシスターとかも多いかな。でさ、大体もうシスターっていうのはさ、なんか世のため人のために尽くすみたいな感じじゃん。イエス・キリストのために尽くすみたいな感じ。自分を捨ててなんか何かに尽くすことがいいことっていうような感じのところを多分やってんだと思うし、修行だとするとやっぱこう苦行っていうの、なんか大変なことをやってることがいいみたいなさ、大変なことをやることこそなんて言うんだろうね、修行であり人生であるみたいなところを自分で体験してたりするし、宗教の観念とかっていうのも結構やっぱ大変な思いすることがいいみたいなとこあるじゃん。そういうことをやることが人生みたいなさ、なんかインドの哲学書とかも結構そんな感じだよね。修行的というかね、自分がやっぱりこうなんて言うんだろう、欲を捨ててみたいな、我とか欲とかさ、そういうものを捨ててみたいなところがありますから、やっぱりね自分もね今世私もとっても修行にしがちなだったんですよね。頑張んなくちゃいけない、なんだろう、頑張ってない自分はダメ、あと欲を出しちゃいけないっていうかさ、お金であったり欲しいものがあったりしてさ、いろいろ買ったりするじゃないですか。そういうことに関してもなんかあんまり良くないのかなってどっかで思ってるところがあったんですけど、結局のところ何でもいいんだよね。何でもいいよって。こういうさこともやっぱり枠として誰かの考え方であって、なんて言うんだろう、枠を経験してたんだなっていう感じなんですね。だから大体の人がそんな感じだと思うんですよ。だからこういう修行っぽくなりやすいっていうの、大変な、ごめんなさい、ちょっと今食べたばっかりさ、口の周りがついてるからね。そうだから、そう修行っぽくなりやすいから、そのあたりにちょっと自分で気がつくようにするといいんじゃないかなと思います。例えば大変なことが来た時に、これはお試しだとかさ、これは何か意味があるんじゃないかとかね、大変なことが来た時に、これを乗り越えるためになんとかとかさ、いろいろ別にいいんだけど、そうやって位置づけたりとか、なんていうのかな、やっぱりまだ私にはね幸せになる権利がないんじゃないか、まだ段階じゃないんじゃないかとかさ思いがちなんだけど、もう本当に単純にさ言うと、自分で世界作り出してるからね。自分の波動が自分の世界を作り出してるってもう何回も言ってますけど、自分の気持ちが作り出してますから、そうやって思ったらそうなっちゃうってことですね。だから私はもう今世絶対修行しないって決めてます。決めてるっていうか、もうなりそう。今までのそのスピリチュアルに目覚めてない時はやっぱ修行的だったんですよ。こうなんか大変なことが来た時に結構ニヤニヤしちゃう自分がいたりしたんですよね。結構ジェットコースターみたいになるのがそれこそ人生みたいな感じだったんですけど、いやなんかね、つい最近かな、いつぐらいかな、去年か1年ぐらい前にね諦めたんですよね、修行を。なんか大変なことをする人生を諦めたっていうのかな。
これはなんか、まあ、家族持ってるじゃないですか。私がさ、なんか大変なことっていうのを楽しんでると家族も巻き込むんですよね。なんかちょっとまあ例えて言うとしたらどういうことがあったかっていうと、コルカタっていうところに行って、まあちょっとみんなでホテルに泊まろうとしてたんだけど、予約してたはずのホテルがさ取れてなかったんですよね。行ったら予約もう満室ですって言われて、お金とかも払ったんだのに満室だって言われて、で大雨だったんですね。で大雨で、じゃあもうね満室で、それはホテルが悪かったわけだから違うホテルをね紹介するからって言われて、でなんかタクシーみたいのをね用意するからって言われて、そうでなんかそれもちょっと旅のハプニングみたいな感じで面白いなってちょっと思っちゃったんだけど、そうまあこういうのもねいいよね。でもさやっぱ子供たちとかもさちっちゃい子もいるから、みんなすごいさ疲れてねやっとそこの場所に着いたのに部屋がない、休もうと思ったのに部屋がないじゃない。それで今度は大雨の中さ、そのタクシーで移動するんだけど、そのタクシーがさなんかとんでもないボロボロだったんです。タクシーじゃない、もうなんかサイクルリキシャーって言ってさ、知ってるかなインドとか。もうなんかみんなで5人家族なんですようち。それでそれだけ乗れるものを用意してるのかと思ったら、2人乗りのサイクル力車が来ちゃったんですよ。それもしかも大雨なんですね。で荷物もでっかいんですよ。そうそんな感じだったから、もうなんかびっちょびちょで、そうびっちょびちょでみんなでさこの次のホテルに向かったって感じで、2人しか乗れないから旦那さんとかもリュックサックとかさ大きい荷物抱えてさ走って行ったりして、もうさかわいそうだけど笑っちゃって、そうかわいそうで笑っちゃってさ、それでさ息子と私がサイクル力車に乗ったんだけど、もうさ息子もびっちょびちょな、大雨でびっちょびちょになっちゃって、冷たいよ冷たいよって言ってたんですよね。それをなんか見た時にもう本当にぐったりして、でそれ体験した時にさ、もう本当に私の波動がこれ作ってるから、こういうことを楽しむのやめようって思ったんですよね。もう嫌だと思って、私一人だったらなんか旅とかも楽しいし、こういう感じのハプニングがあると楽しいじゃん、なんか思い出になるというかさ。なんだけどどっかでこういう風に楽しんじゃうとさ、やっぱり家族とかみんな巻き込んじゃってるんだよね。そう巻き込んでて、しかもみんなすごいさかわいそうじゃん。見てて大雨びっちょびちょでさ、旦那さんもびっちょびちょなんか走っちゃったりしてさ、大きい荷物抱えて、これ私が作り上げてるからね、こういうことを。そうだからもう私はね今世修行しないというかね、大変な思いをもう楽しまないというか、楽したい。もう平凡な本当に普通がいいなっていうのかな。もうそういうふうに意図したんですよね。自分で諦めたんですよ。そう決めたんです。もうこういうことをね楽しまない、こういうストーリーに入らないって決めたんですね。それからやっぱりすごい穏やか。まあちょっとしたことが来たとしても自分で動かないしさ、もうそういうとこに入らないんだけど、どっかで楽しんでる自分がいるとお試しだみたいなことがいっぱい来るんですよ。お試しだ、これはなんか私に何かを訴えかけているとかさ、これ自分で作ってるからね。そうお試しだって思ってもいいんだけど、自分なんです。自分の波動が結局作り上げてるから。それからはやっぱ決めてからはね本当に穏やかで修行になりがちなさことって何ていうのかな、やっぱ大変な思いをすることこそ人生って思ってたら、やっぱりそういう風に自分が思おうとするし、そういうことが来るんですよ、自分が思ってるわけだからね。でもそれってちょっとやっぱ真実じゃないんですね。楽していいんですよ。宇宙がいろんなこと叶っちゃうから、地球はもう種明かしの時が来たんですね。みんな楽していいよって、本当のことはもうあなたたちすごい力あるよ、種明かししてよいいよって、そういう時が来てるから、今なんかやっぱり修行に行きがちな人とかっていうのはもうちょっと古いかなって思った方がいいと思う。私もやっぱりこうそういう風にならないようにしてるし、なんかもう全然時代に合ってないこう苦労とかさ、なんていうのかな、大変な思いをしてそこに、なんてたどり着くみたいな、
そんなことしなくても楽に進んでいいわけだから、楽に進むっていう、もう自分で選択するっていうのかな、決める。そう決めないと来ます。大変なの来る。お試しだとか言ってさ、楽しんじゃってるとお試しみたいのいっぱい来るよって感じですね。私がそのコルカタのさ、カルカッタのことなんだけど、そこのやつの時に本当にやばいと思って、私が楽しんじゃってるから、なんかもう最悪とか思いながらもニヤニヤしてんですよね、心の中が。なんかそういうな感じのところがどっかにあったからやめたんですよ。そういうことやんのやめたの。やめたら本当に穏やかで、本当に日々平和なんですよね。それがまた幸せだし、何にもないっていうことが本当に幸せを感じることが、楽に進めるようになったしね。そういう出来事がいっぱい起きるように、楽に進めることばっかりが起きるようになったって感じですから、皆さんも修行に気がちになったとね、なることがあると思うんですね。大変な思いしなくちゃいけないっていう今までの癖が出がちだと思うんですけど、そのあたりに関して自分でそういきそうな時にね、これは自分が世界を作り出してんだなって思い出してもらって、そういうのをこう決める、やめるとかさ、なんかこうやっぱ決めた方がいいんじゃないかなと思いますね。決めれば楽になると思いますので、いろいろやってみてください。ではでは。